All right, Akane Banashi, episode 3. Make sure you subscribe to the channel if you haven't. Definitely check out the Patreon for the full reacts, exclusive shows, and let's go ahead and start. Third story, Senior Apprentices. よし。失礼します。師匠、お茶をお持ちいたしました。おう、まさきちゃん、久しぶりだな。元気だったか？おお、まさき、ずいぶんだな。元気にやってんのか？いや、まさきの旦那、しばらくぶりで。So he's just practicing in regular conversation. 一人で何やってんすか？ Oh, nice! 来た！自分見てきます。おお、見てこい。桃でした。桃か！客が来たら皮むいて出してやれ。師匠、めちゃくちゃテンパってんな。I guess that's the definition of always being on? なるほど。で、より弟子入りしたい気持ちが強くなったと。はい。今の実力じゃ真打ちなんて全然届かないってよくわかった。弟子入りを認めてやる。ダメダメ、ここで満足してちゃまだスタートライン。ただし正式な入門は来年春、高校を卒業してから。それまでは見習いとして修行に通ってもらう。いいな？はい。それと一度改めて親と一緒にうちに来なさい。親と？落語家なんてのは不安定な商売だ。それにお弁ところはいろいろあったからな。お父は今単身赴任で東京にいないんで、お母と2人でもいいですか？ああ、分かってる。それでいい。わかりました。じゃあ明日？まさきちゃんに会うのはあれ以来か。茜に落語を教える話もしていなかった。どんな顔して会えばいいのか。あいつの父親は師匠の一番弟子で、6年前に破門になった新太兄さん。やっぱ気まずいよな。I mean, you asked for it kind of here. ちょっといいの？勝手に入って。一緒空いてたし。あ、師匠。お母 Yeah, 連れ just てきま walk した。 into the house. It's わか fine. った。こういう時はお母さんって呼びなさい。シグマ師匠、あの日ぶりですね。ご無沙汰してます。おお、まさきちゃん。大人の嫌な空気が流れてんな。As to be expected. ねえ、この桃形変じゃない？てめえは空気読めや。まさきちゃんに謝んねえといけねえことがある。俺は6年前から茜に落語の稽古をつけていた。こいつの熱意に負けたのもあるが、一番は身体の罪滅ぼしとこいつの夢を諦めさせるため。And she never gave up on こう it. なる前に一度挨拶に行くのが筋だ。黙っていて本当にすまなかった。知ってましたよ。え？茜がシグマ師匠のご厄介になってたこと。知ってたの？はい、この子はすぐ喋るんで。だって隠すことじゃなくない？止めても無駄なんですよ、この子は。私も親の反対無視して美容師になりましたからね。その血なんでしょうがないかなと。まあ、師匠が大事にしてくださった。 She's gonna do it no matter what. 何よりうちの旦那がシグマ師匠なら何も心配いらないって。I mean, he must feel, you know, partly responsible and a lot of guilt involved with that. だが、こいつの落語を見続けるうちに夢を見ちまった。茜がどんな落語家に育っていくんだろうって。何を今更と思うかもしれねえ。でも、もしまた俺に預けてくれるのなら、不肖荒川シグマ、全身全霊を持ってこの子を立派な落語家に育て上げることを誓います。 That's a recipe for good results. They're both just as into it, you know, as each other. 家族からの了承も得た。晴れて高校卒業後は俺の弟子だ。知ってるとは思うが、落語家には階級があって芸歴や技能に応じて昇進していく。前座、落語家になるための修行期間。日々雑務や稽古に追われながら落語家としての基礎を作る。 So, doing housework and 落語家と chores. 認められたものが Like an 大人の intern. 芸を鍛える期間。羽織や袴の着用を許されるのも2つ目からだ。 Okay. 真打ち、落語界の最高位、
荒川一門の真打ちは芸を極めた者にのみ与えられる。紹介しよう。ここにいる4人は俺の弟子たちだ。さらいもそろ Oh, there's a lot more then. 2つ目。これからこの4人がお前に落語のいろはを叩き込む。厳しい修行になるがやれるな。もちろん。あ、師匠、その話お断りします。Well, that was fast. 言ってなかった感じ。おめえたちな、新しく入った弟子の面倒を見るのも何弟子の務めだろうが。それはそうですけど、グリコ以来6年7年ぶり、やっと入った弟子が僕のせいで辞めたら無理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 。師匠、だって俺ですよ。その子絶対俺のこと好きになるでしょう。この恋は条例違反だ。 That's your thinking? 妹弟子を思う心意気はよし。だがお前は2つ目になって間もない。今は自分の芸を磨くことに集中しろ。大崎茜です。よろしくお願いします。うん。丁寧ないいお辞儀だ。え？講座はお辞儀で始まり、お辞儀で終わる。丁寧なお辞儀は見ている方も気持ちがいい。めっちゃ褒めてくれんじゃん。 I guess that's a way to, 俺は you know, get that completely embedded in your head so you get used to it. 学校の予定は？ああ、それなら気にしなくていいっすよ。サボっても全然大丈夫なんで。ちゃわけご両親が君のためを思って入れてくださった高等学校、サボってもいいだと。 And that's what set him off. 学生である以上本分は学業。何が最優先かをたがえるな。 He was so nice until you try to say you're gonna ditch school. では明日の会の場所を送る。やばい、この人めっちゃ苦手なタイプかも。 And, well, now you're kind of stuck. それではこれより入門前ではあるが前座修行で覚えなければならないことを教える。大いに学べ。あざますついに今日から始まるんだ。真打ち、それにあいつに追いつくためにすぐマスターしてやる。それでは開始。まずは履物をきれいに揃える。挨拶の礼講。この会場のお席亭だ。楽屋に着いたらお茶出し。 Yeah, it pretty much is like being an intern. Or just the lowest in whatever you're doing. しかし落語家は目の前のお客さんを喜ばせる商売だ。目の前の I 人を guess when you think of it like that. 務まらない。相手が喜ぶことを考え、先へ先へと気を回して動く。落語家はこれを気働きという。 Though that's also a creative way to make people do what you want. To do all the smaller things. But no, I mean, it does make sense with this profession. 結局落語じゃん。あいつは言った。落語に大事なのは芸の腕。芸よ芸。やっぱり落語は芸なのよ。おはようございます。柏屋白秋さんがいらっしゃったぞ。挨拶。うっす。君があかねちゃんか。聞いちゃいたけど本当に若いんだね。君さ、今日講座上がれる？ Well, that was 入門決ま fast. ってるんでしょ？今日は俺たち2人の会だし。 All right. I'm guessing we're gonna get at least maybe one performance every episode. Since it seems to be, you know, the focus of the show, it makes sense to at least get one. 入門前の人間を講座に上げるのは不本意だが。話だけは仕込んである。入門前だが講座にはあげていい。お手並み拝見だな。緊張は前ほどしてない。周りも見えてる。よし、行くぞ。落語に大事なのは芸だってこと、あの人に分からせてやる。付け焼き場は剥げやすいなんてなことを申しまして、人の真似というのはどうもうまくいかないんだそうでございますが。演技力、表現力の高さもさることながら、何より居住まいが美しい。それお前さんが聞き間違えてんだな。You can tell, well, at least to the audience, she seems comfortable. ぶれない体感。一朝一夕で身につく代物ではない。たゆまぬ研鑽を積んできたんだろう。だがただでもなだでもどっちでもいいえ。いっぺん飲ませろこのしみったれ。あれ、しみったれっていう座があるが全く受けてないわけじゃないけど、なんだろう、この前と反応が。 Oh no. いや大丈夫、身につけたもの In mid performance,
worrying too much about the reaction. なんで悪い感じじゃないのに。話だけは仕込んであるか。 Or second guessing yourself, yeah. おっしゃる意味がよくわかりましたよ。生意気だな。拍手の Every audience is going to be different though, too. 不満なんて全然めちゃくちゃ感謝してますよ。白秋さんもお客さんも私の落語を褒めてくれて嬉しかった。でもそれ以上にわーって波立つような笑いを起こせなかったのが悔しくて。 That's another thing, though. You can't rely on that as こんな well. ことにはならなかった。自分のダメさがよくわかった。 Or at least もっと稽古して。 I'm thinking of like stand up. Yeah. 自分の芸さえ磨けばお客を満足させられるのか。まあそうじゃないですか。傲慢だな。君の落語は身勝手極まりない。どういうことですか？なら聞くが、今日は高齢のお客さんが多かった。その方々から笑いを取るために。 When I think of like working the audience, tailoring, sometimes like adding in lines that would work for where you're at or the type of people that you're at, I would think it could be similar to Rakugo here, like the same type of thing as you would with stand up or any type of comedy. In general, is sometimes you have to go with the crowd. And if some things aren't working, then you have to like tailor it or try to, if you're trying to specially save an act. But if you're thinking about who's there and everything, it can help. It can help the overall performance. 150キロでボール球を投げ続けているように感じた。 Gotta do a curveball, すごいとは感じるが、 knuckleball. 入らないから面白いとは思わない。腕は認める。だが落語家はお客さんを喜ばせてなんぼの商売。そしてどうすれば相手の喜ぶ落語ができるのか、その答えを自分で探してこい。わかりました。やってやります。 I mean, this is what practice is all about. Just keep doing it to different crowds over and over and over again. 学ぶ場所居酒屋。 Oh. Oh no. これって厄介払い。 So 邪魔だからどっか行け的な。 performing at a bar, pretty much. こら新人働け。 It's a clientele that usually aren't even there for comedy. Or like Rakugo here. ここでの経験も絶対意味があるはず。いらっしゃいませ。ご予約ですか？予約じゃないです。ご新規様、こちらのお席へどうぞ。居酒屋、接客業、そして木働きとくれば。 Oh, so she's just working there, but learning about how to. Ah, that makes sense. 地方の仕事が多く同行でき At ないので first, I thought he was having her there to perform. ミクちゃんのところか。面白くなり It そうだ。 wouldn't make any sense though. Like, where's the spot where you could sit down? こちら福井県産のサワラを使用してます。ああ、いや、まだ。あとこちらは超人自慢の。あかねちゃん。悪いんだけどさ、ちょっと頑張りすぎよね。もう少し声のボリュームも絞っていいかも。 Ah, this is good practice. 接客は明るく元気にじゃ。さっきネットで調べて。ああ、もちろんそれもすっごく大事。でもね、頑張る前にまずは人を見ることよ。って店長に言われたんすよ。もう大事なのはこっちが頑張るかより来た人がまた来たいって思うかじゃない？だってこれスポーツじゃないし、とりあえず言われた通りにやってみたら。お待たせしました。はい。いやだからさ、小言じゃないんだけど。 And yeah, that's part of. Oh man, good old serving and bartending. いろいろ調べたこと。 Customer service. 全然ダメ。柊さんに迷惑かけっぱなしだし。 That'll help you. 私同じことやっちゃってない？自分の覚えたことをただやるばっかで目の前の人のことを考えてない。身勝手極まりない。 If you apply that, it's gonna help. 何も。王子くんよ、うちの常連なの。へえ。でも結構で、飲むのはいつもオレンジジュース。かわいいわよね。 Let me guess, like one glass will get him toasted. 働き、気遣いってどうすればできるんすかね。 Going to a bar and ordering a big glass of orange juice. 失敗できないんすよね。 I feel like I've done that before. 気遣いか。それこそ Cranberry 私 juice. は落語家さんから学んだのよね。落語家から？昔から落語が好きでね、寄席にもよく通った。そこでたまたま見たの、シグマ師匠を。多分あの人心が読めるのよ。笑いも涙もこっちが欲しいタイミングにドン
プシャで入れてくるの。ここに受けたきゃまずは相手を受け入れろってね。若いんだし難しく考えないでいろいろやってみたら、それで失敗しても大丈夫。失敗を笑い話にできるのが落語のいいところでしょ。 That's true, and you're gonna fail a lot doing stuff like this. ごめんなさいね、偉そうに。いや全然グッときたっす。店長 You're giving yourself life experiences doing this, actually, which you can use in your act. ご注文オーダーじゃなくて英語じゃなさそうよね。どうしようかしら。この人は何を思ってるんだろう。何を伝えたいんだろう。メニュー、もしかして日本語がわからないのかも。写真もないし。でもなんて説明したらいいかわかんない。だったらこれ見てて。Oh, she's using the skill she has. Well, that is really cool. Even with the sound effects. じゃあ次はスマホ取って。もう大丈夫。 That was a really creative way of utilizing that. 落語家さんね。焼き鳥。はい、どうぞ。じゃあごゆっくり。ありがとう。どうも。その調子で頼むわね。こんばんは。ああ、きょうちゃん。今帰ってまいりました。おかえり。妹弟子を1週間も面倒を見ていただきありがとうございました。これお土産です。おほー、ありがとう。こっちこそむしろ助かったわ。答えは見つかったか。それは見ていただいた方が早いんじゃないですか。よかろう。来週末都内で営業がある。君も同行しろ。Ah, 学びの成果とくと見せてもらうぞ。 so perform maybe in a bigger place than she's used to. 入門が決まってもうワクワクが止まんないです。そうだろう。落語家には学校も養成所もない。なりたきゃ真打ちに弟子入りして修行する以外。 Ah, so that is kind of 誰もが最初に kind of tough then if there's very few spots and areas to go to like that. ようやく弟子にしてもらったなんて話もザラだ。私なんて6年ですよ、6年。お前の場合は弟子入り前から稽古を見てたわけだから、まあ特別だな。 Yeah, but waiting even months, just getting rejected over and over and over again. するところから始めるか、師匠の家を飛び込みで訪ねたりもする。みんな弟子入りじゃ苦労してるんだ。師匠も弟子入りの時苦労したんですか？そりゃお前、オーライで。 Oh, what the fuck? まあなんだ、いずれ機会があれば教えてやる。ああ、そうだ。めっちゃ気になる。教えて。 Great episode. I feel like we're gonna learn a little bit every episode on how things kind of work in Akane's journey here, but it's cool to like, I didn't know, I mean, I learned something new every episode, but the fun thing was like how just like bartending and serving and stuff, something I personally have done before, like you can learn things that would work for this or for Akane, but she actually utilized something so she could get her point across and help somebody that couldn't speak the language. And you obviously, like for me, I would probably try to say things very slowly or use my hands or whatever, but her to try to I don't know, sign to make them understand. But in her case, using sound effects and I don't know, for me, that was kind of like the coolest part of the episode to me. I love hearing the stuff. I definitely love, I'm very big on audio and all that. So hearing her do that stuff and then him actually reacting and in a good way, I don't know. I really enjoyed that part. You guys let me know what you think. Obviously, let me know in the comments. Check out the Patreon for the full reactions and exclusive shows. And I will see you guys next time. Bye-bye.